雨月物語。邪生の院。紀伊の国三輪ヶ崎に大家の竹助という漁師の網元がいた。漁師を大勢抱えた豊かな生活を送り、子供は3人。長男は真面目でよく家業に勤しみ、長女は大和の国にある家へと嫁いでいた。3番目の子は富代といい、生まれつき優しい性格で風流なことだけを好んで家業に勤しむ気持ちを持たなかった。そのために父は家業を兄に任せて、富代には強いてやかましいことを言わなかった。富代は好んでいた勉学を学ぶため、新宮の神官を師事して通っていた。9月の末、富代が死のところから家に帰ろうとしていると、小雨がしとしとと降り出したので、傘を借りて帰ることにした。その途中、雨は見る間に強く降り出したので、近くにあった漁師の家に駆け込んだ。すると、家の老人が這い出してきて、これは旦那様のところの若君。こんなむさ苦しいところによくおいでくださいました。と言って、敷物の塵を払って差し出してくれた。やがてまた外の方で美しい声が聞こえて、この軒下を少しお貸しください。と言って誰かが入ってくるので見てみると、20歳にも満たない顔立ちも髪も着物もあでやかな若い女である。召使いと思われるわらべに包みを持たせ、ぐっしょりと濡れて困った様子に見えた。女は富代と目が合うと顔をあからめ恥ずかしそうにしたが、その様子が上品で美しく、富代は思わず心が揺らめいた。富代は女に向かって、高貴なお方とお見受けいたします。この家は私の父が面倒を見ている男の家で、むさ苦しいところですが、どうぞゆっくり雨宿りしていってください。初めて会う方をお送りするわけにもいけませんので、お帰りの際はこの傘をお持ちください。と言って傘を差し出した。女は、まあ、ご親切にありがとうございます。そのお情けに甘えて、濡れた着物もすぐに乾くことでしょう。私の家はここから遠くありませんので、小闇になってきましたら出ようかと思います。と言ったが、富代は強いて、この傘をお持ちください。雨は一向に止みそうにありませんし、ついでの時にでも使いを出していただきに上がります。お住まいはどちらですか？と聞いた。女は、新宮のあたりで、マナゴの家はどこかとお尋ねください。そろそろ日が暮れてしまいそうです。では、ご好意に甘えて、この傘をお借りして帰らせていただきます。と言って、傘を差して帰っていった。富代も家に帰り、間もなく床に着いたが、夜通し女の面影がちらついて眠れなかった。明け方になってしばしまどろむと、
マナゴの家を訪ねる夢を見た。門も家も大層大きな構えで、すだれを垂れて奥ゆかしい生活を送っている様子だった。するとマナゴが出迎えてきて、お待ちしておりました。さあ、こちらにお入りください。と言って招き入れ、酒や菓子でもてなしてくれた。すっかり楽しい酔い心地になり、ついに枕を共にしてちぎったと思うところで目が覚めた。これが現実であったならと思って浮かれた気分のまま家を出た。富夫は新宮の里まで来て、マナゴの家はどこでしょうかと尋ね歩いたが、一向に知っている人がいない。昼過ぎまで尋ね歩いたところ、あのわらべが東の方から歩いてくる。富夫はそれを見て喜んで、お嬢様の家はどこですかと聞くと、わらべは微笑んで、よくいらっしゃいました。こちらへおいでください。と言って先に立ち、家に案内してくれた。門も家も大層大きな構えで、すだれを垂れ、夢の中と一つも違わない。不思議に思っていると、わらべが先に入って、傘を貸してくれた方がいらっしゃいました。と言うと、どちらですか？こちらへお迎えしなさい。と現れたのはマナゴだった。富夫は、ついでがありましたので伺いましたが、お住まいもわかりましたので、また改めて参りましょう。と言うと、マナゴは無理に引き止めて、マロや、お返ししてはいけませんよ。という。わらべは富夫の前に立ちふさがって、傘を無理に貸してくれたお返しに、今日は無理におとどめするのです。と言って、富夫の腰を押して奥へ迎え入れた。家の作りや飾りはどれも時代のある名品ばかり。到底身分のない人の住まいではない。そこへマナゴが現れて、訳あって主人もおりませんので、まともなおもてなしもできません。粗塩一杯差し上げるだけでございます。と言うと、美しい器に山のもの、海のものが並んで、マロヤが酌をしてくれた。富夫はまた夢心地になって、夢なら覚めてしまうのではないかと思ったが、今度は確かに現実のようで、不思議な気がしてならなかった。二人が共に酔い心地になったとき、マナゴが肺を上げて、咲き乱れた桜が水面に映ったような桜色に色づいた顔に、春風のような笑みを見せて、うぐいすの鳴くような美しい声で話した。恥ずかしいと思って言わないまま、焦がれ死んでしまったら、神のたたりで死んでしまったと、どこかの神様に濡れ衣を着させてしまってはいけませんから、言います。決して
一時の仮初め事とは思わないでくださいね。私は都で生まれましたが、両親とは早く死に別れ、乳母のもとで育ちました。そして国主の下役の妻に迎えられて、ここに下ってまいりましたが、夫はこの春に急な病がもとで亡くなり、寄るところのない孤独な身となってしまったのです。都の乳母も尼になり、行方知れず、都もまた見知らぬ土地となってしまいました。昨日の雨宿りの優しさに真心のあるお方と感じ入りまして、これからの生涯をかけてお仕えしたいと願っております。汚らわしいと思ってお捨てにならないのなら、この一杯に永遠の夫婦のちぎりを込めたいと思っております。という。富夫は飛び立つばかりに喜んだが、まだ親係の身であることを顧みると、親や兄の許しがなければ返事もできないと、言葉が出ないままにいると、マナゴはそれを悲しがって、浅はかな女心が恥ずかしい。嘘偽りではございませんが、酔ったあまりのざれ言と思って、この海にお捨てください、と言った。富夫は、あなたからこんなに嬉しい言葉を聞けるとは、まるで夢のようです。すぐにお答えできないのは、私がまだ親や兄に仕える身で、自分のものといえば、この爪と髪ばかり、自分の不甲斐なさを嘆くばかりです。あなたが何事も貧しさも辛抱してくださる気持ちがあれば、どんなことをしてもあなたを妻としてお力になりましょう。と言った。するとマナゴは、嬉しいお心の内をお聞きして幸せでございます。貧しくとも夫として時々ここにいらしてください。ここに前の夫が宝として残していった太刀があります。これをいつも帯びていてください。と言って太刀を差し出したが、それは金銀で飾られた美しい太刀で、ものすごいまでに鍛え上げられた古代の一品であった。富夫は婚約の初めに辞退しては縁起が悪いと思い、それを受け取った。そうしてマナゴは、今夜は泊まっていってください、ととどめたが、富夫はまだ許しのない身ですから、と言ってその日は家に帰り、また目が冴えて眠られぬ夜を過ごしたのである。朝兄は漁に出るために早起きをして準備をしていたが、ふと富夫の寝ている方を見ると、キラキラした立派な太刀が枕元に置いてある。兄は、そのキラキラしたものは何だと富夫を叩き起こした。富夫が、これは無駄遣いをして買ったものではありません。ある人からいただいたのです。と答えると、兄は、そんな高価なものをくれる人があるか、正直に言え。
声を荒げた。何事かとそこに父も入って二人で富代を責め立てた。これだけ話がこじれると何を言っても聞き入れられない。富代は兄嫁を介して眼との婚約のこと、亡き夫の太刀をいただいたことを話し、うまく取り持ってもらおうとしたが、兄は眉を潜めて、そういう人が亡くなったという話は聞いたことがない。近頃、都の大臣の願いが成就したお礼に、権現様に多くの宝を奉納された。ところが、その宝が蔵の中から消えたと言って、権現様の大宮司が国主に訴え出ているそうだ。国主は時間を使わされて盗賊探しを始めたそうだ。父は真っ青になって、とんでもないことになった。これが他人の口から漏れ出たら、この家は破滅だ。明日こちらから訴え出よう。と言った。兄は次の日、大宮司のところへ行き、一部始終を話した上で、この太刀を見せたところ、大宮司は、これこそ大臣殿の奉納した宝の一つだ。と言って驚いた。次官がこれを聞いて、早速富代は捕らえられてしまった。次官は、お前が権現様の宝を盗んだのは、今までに例のない罪である。他の宝をどこに隠した？はっきりと申せ。と言って、富代を責め立てた。富代は涙を流しながら、私は盗みなどをしておりません。マナゴという女から前の夫が帯びていたというものをいただいたのです。嘘ではございません。どうか女に事情を聞いてください。次官は武士らに向かって、そのマナゴという女を連れて参れ。と命じた。武士らが富代を引っ立てて、マナゴの家に行ってみると、門の柱は朽ち果てて、瓦も砕け落ち、草が生い茂って、とても人が住んでいる家とは思えないありさまだった。富代はこれを見てただ、呆然としていた。武士らが門を押し開け、中に入ると、家の中は一層荒れ果て、不気味な生臭い風が中の方から吹いている。床には塵やネズミの糞が一寸ほども積もり、なお奥に進み入ると、その中に花のような美しい女が一人座っている。武士の一人が女に向かって、国主の命令である。すぐに参れ。と呼びかけたが、女は答えようともしない。武士が近づいて捕らえようとした瞬間、血が叫んばかりの雷鳴が轟き、武士らは逃げる間もなくその場に倒れ込んだ。しばらくしてあたりを見渡すと、女は影も形もなく消えてしまっていた。そして床の上にはキラキラと光る権現様の盗まれた宝の品々が散らばって残されていた。武士らはそれを持ち帰り、この怪しい出来事を一部始終報告した。
時間も大宮司もこれが妖怪の仕業だったと悟ったが、富夫は罪を免れることができず、牢に入れられてしまったのである。しかし父と兄が多くの金を工面し謝罪したので、富夫は100日ほどで釈放されることとなった。そうしてこうなってしまった以上、世の中への体裁も悪く、またこんなひどい目にあった後は重い病にかかりやすいものなので、遠くでゆっくり休ませようと富夫を大和の国にいる姉のところに旅立たせた。姉の嫁いだ先は大和の国椿市の田辺兼忠という商人だった。富夫が訪ねてきたのを喜んで、また例の災難に同情して、いつまでもここにいなさいと言ってねぎらってくれた。年が明けて2月になった。ここは有名な長谷寺の近くで、都や田舎から参拝してくる人が春はことのほか多かった。田辺の家では豆苗の類を扱った商いでにぎわっており、その客の中に都からお忍びで来たと思われる上品な女が一人、連れのわらべが一人、お香を求め立ち寄っていた。このわらべが富夫を見て、旦那様がここにいらっしゃいますというので、驚いてみれば、なんとあのマナゴとマロヤである。富夫は、ああと言って奥に身を隠した。兼忠夫婦が、どうしたのだと聞くと、富夫は、あの妖怪が追ってきた。あれに近づいてはなりません。と言って、うろたえて怯えている。それを見た人々も、妖怪はどこだどこだと騒ぎ出した。するとマナゴが、皆様、どうか怪しまないでください。あなたも怖がらないで。私のためにあなたが罪に落とされたと聞いて、悲しくてあなたを探し求め、事情をお話ししたいと、こうして訪ねてきたのです。再会できて嬉しく思います。この家のご主人様もよくお聞きください。もし私が妖怪ならば、どうしてこんな人手の多いところを昼間から現れることができましょうか。着物には縫い目もあります。日に向かえば影もできる。どうかお疑いを晴らしてください。あの日、私の家が朽ち果てていたのは、あなたが捕らえられていたと聞いて、にわかに朽ち果てた宿をこしらえました。私を捕らえようとしたとき、雷鳴が轟いたのはマロヤの仕業です。あの後、私たちは船で逃れましたが、あなたのご様子が知りたくて、観音様に願をかけたところ、こうしてお会いすることができた。これも仏様のお慈悲のおかげでございます。あんな宝の数々をどうして女の手で盗み出せましょうか。前の夫がよからぬ心からしてしまったことです。
よくよくお考えになって、あなたの慕う気持ちを少しでも分かってください。と言って、さめざめと泣いた。富代は今や、半ば疑い、半ば哀れんで、言うべき言葉も出ない。金忠夫婦は、眼の言うことが道理にかなっている上、その女らしい振る舞いに全く疑念を抱かなかった。そして、富代の話を聞いて恐ろしいことだと思っていたが、妖怪などがこの世にあるはずもない。はるばる訪ねてきたにもかかわらず、追い返しては気の毒だ。よし、富代が受け入れずとも、私たちが面倒を見てあげよう。と言って、マナゴを家に迎え入れた。マナゴはここで過ごす間に、金忠夫婦の機嫌を取り、富代の怒りを収めるために、女心を表に出したり、嘆いたりしてみせた。夫婦もその思い詰めた情の深さに感じ入り、富代を説得し、しまいに二人は結婚の儀を取り結んだのである。富代も時が経つにつれ、心のわだかまりが解けて、もともと愛し合った仲であったので、毎夜に交わる二人の仲はむつまじく、今はただ再会が遅れたことを残念がるありさまであった。3月になった。金忠の計らいで、皆で春の吉野に行ってみようということになったが、マナゴは小さい頃から人の多いところや長い道のりを歩くとのぼせて苦しむという病がありますので、音もできないのが残念です。と言って断った。金忠は、牛車こそ持ってはおらぬが、乗り物にお乗せして土を踏ませはいたしませんよ。富代も寂しがるでしょう。と強いて言うので、眼はしぶしぶ皆と一緒に出かけることになった。吉野では知り合いの寺を訪ねて、今時期は滝のある方が見どころが多いというので、そちらの方へ案内を請うて出かけた。谷を巡って降りていくと、やがて昔吉野利休のあったところに出た。岩を噛む滝が流れ、そこに小さな鮎が水に逆らって泳いで、目にもまばゆい面白い景色である。一同は思い思いの場所に腰を下ろして、弁当を広げて楽しんだ。向こうの方から岩伝いに来る人が見える。髪を白く束ね、手足の丈夫そうな翁であった。翁が不思議そうに一同を見つめていると、マナゴとマロヤは翁に背を向けてそ知らぬふりをする。翁はさらに二人をじっと見つめ、不届きなやつだ。この邪神め、なぜ人をたぶらかす。わしの前でこんなことをして、それでごまかせると思っているのか。と
低い声でつぶやいた。それを聞いた二人はたちまちに飛び上がり、滝の中に飛び込んだかと思うと、水が大空に湧き上がって吸い込まれ、黒雲が墨をこぼしたように空を覆い、雨が激しく降り出した。沖縄は慌てふためく一同を沈めながら率いて人里まで下った。沖縄は富代に言った。よくよくお主の顔を見ると邪神に悩まされておるようだな。この邪神は年を取ったオロチである。その本性は陰と牛と交わり輪を生む、馬と交わり龍目を生むという。お主を惑わしたのもお主の美男ぶりに欲情を欲しいままにしたのであろう。これほどまでに執念深いのだ。慎まなければ命を失うことになろう。という。一同はますます恐れて沖縄を生き神様に違いないと崇めて拝んだ。沖縄は笑ってわしは神ではない。大大和神社で神官をしておる田島の木人というものだ。家まで送ってやろう。さあついてきなさい。と言って一同は沖縄の後について家に帰った。翌日富代は大大和神社に沖縄を訪ね、お礼の品々を送って、あの妖怪を払っていただきたいと願い出た。沖縄は贈り物を他の神官に分け与え、自分では一つも取らなかった。そして富代に向かって、あの畜生はお主の美男ぶりに惚れて、またお主もあの畜生の化けた女の美しさに惑わされて正気を失っておる。今後は気を確かに持ち、男らしい惜しい気持ちを持っておれば、邪神を追い払うのにこの沖縄の力は無用である。必ず心を静め、気を確かに持っていなさい。と時諭した。富代は目が覚めた心地になり、沖縄に礼の言葉を尽くして帰ってくると、金忠夫婦に向かって、この年月あんなものに惑わされていたのは私の心が正しくなかったからです。親や兄に仕えもせず、ただあなたの家に厄介になるのは筋違いというものでした。ご親切を感謝してもしきれませんが、これでおいとまをいただきたいと思います。と言って心新たに故郷に帰っていったのだった。故郷大家の家では、大和の国での恐ろしい話を聞いて、いよいよ富代の過ちではなかったことを一層不憫に思い、また妖怪の執念深さを恐れた。そして独り身だからこんなことになるのだと妻を迎えさせようと相談した。芝の里の庄司という人が一人娘の富子を宮中にうねめとしてご奉公にあげていたが、この度暇を賜ってこの富代を婿にしたいと大家のもとへ申し込んできた。大家の家でもいい話だと言ってすぐに婚約を取り結んだ。
こうして富子も喜んで帰ってきて、富代も庄司の家に迎え入れられた。この富子は宮塚へで洗礼された美人であり、富代は万事において満足していたが、あのオロチのことを思い出さないわけではなかった。初夜は大したことも起きなかった。二日目の夜である。富代が酔い心地になって、長年宮仕えをしていたので、私のような田舎者は退屈でしょう。宮中では身分のある方と添い寝をされたこともあるのだろうかと思うと、今さら憎らしい思いです。などと戯れていると、富子は顔をさっと上げて、深いちぎりをお忘れになって、こんなつまらない女と戯れるとは、あなたは今、私が憎いとおっしゃいましたが、憎いのはあなたの方です。というその声は、姿こそ富子だが、まさしく眼の声であった。それを聞くとぞっとして、身の毛もよだち、恐怖が全身をほとばしった。女は笑って、旦那様、そんな顔をしなさるな。二人のちぎりは、海よりも深く、山よりも高い、永遠に変わらない、固いちぎりを、あなたが忘れたとしても、前世から決まっている縁でございますから、またこうしてお会いできるのです。他人の言うことを真に受けて、私を遠ざけようとするのなら、その仕返しに山々がどんなに高くとも、あなたの血を峰から谷に注ぎ落としましょう。せっかくのお命を無駄になさいますな。という。すると今度は屏風の後ろから、旦那様はどうしてそんなに怖がるのですか。こんなにめでたいちぎりですのに。と言って出てきたのはマロヤであった。それを見て富代は肝をつぶし、目を閉じてうつ伏せに倒れた。マナゴとマロヤは代わる代わるなだめたり脅したりしたが、富代はただ気を失ったまま夜を明かした。こうして朝が来ると、富代は隙を見つけて寝室を抜け出し、舅の庄司に助けを求めた。庄司も顔を真っ青にして嘆き戸惑っていたが、鞍馬寺の霊験あらたかな法師が向山の寺に泊まっているというので、その法師を急いで呼んできた。法師は、そんな惰性を取り押さえるのはたやすいことである。安心なされ。と言って薬を調合し小瓶に入れると、かの寝室に向かい、寝室の戸に手をかけ開いた。その途端オロチが飛び出して法師に襲いかかった。その頭は戸口を塞ぐほど大きく、雪が積もったように白く輝き、目は鏡のごとく、角は枯れ木のごとく、大きな口を開いて赤い舌を出し、法師を一口で飲もうとしている。法師はああと叫んで小瓶を投げ捨て腰を抜かし、転げ回ってかろうじてそこを逃れ、家の人に向かって
なんと恐ろしい。このようなたたり神をどうして私ごときが重複できるというのか。と言いながら気を失った。胞子はオロチの毒気に当たったと見えて、しまいには息絶えてしまった。人々は生きた心地もせず、ただおろおろしながら泣くばかりであった。富代は心を落ち着けて、霊言新たかな胞子でさえ重複できなかったのだ。これほどまでに執拗に私につきまとうのであれば、この世にいる間はどこにいても探し出されてしまうだろう。私の命一つのために人々が苦しむのは不本意だ。私も覚悟を決めました。と言いながら寝室に入った。富子の姿をしたマナゴとマロヤが座っている。マナゴは富代に向かって、旦那様はどうして私を捕らえようと他人に頼むのですか。人々が苦しい目に遭うだけなのに、あなたはただ私の体裁を嬉しいと思って浮気心を起こさないでくだされば良いだけですのに。と生めかしく言うのが気味が悪かった。富代は言った。お前は人と違った気持ちから私に取り付いて、幾度もひどい目に遭わせた上、私のほんの少しの言葉でさえ、こんな恐ろしい復讐事を言うとは、大層気味が悪い。しかし、私を慕う心は、人と変わらない。これ以上、この家に迷惑をかけるのは気の毒だ。この富子の命だけは助けてくれないか。そうしたら私をどこへでも連れて行くがいい。マナゴはひどく喜んで何度も首を振ってうなずいた。富代は寝室を出て庄司に言った。私にはこんなに情けない妖怪が取り付いております。皆様を苦しめることは不本意ですから、今すぐに離縁してください。そうすれば富子の命も助かるはずです。と言ったが、庄司は一向に納得しなかった。そこで今度は道成寺の法海和尚という老僧が、年さえ召されてはいるが強い法力を持ち、必ず力になってくれるというので、少し待ってくれと言って道成寺に馬を走らせた。そして老僧に事情を話すと、老僧は、それはお困りでしょう。わしは老いぼれてしまって外に出ることもままならないが、そなたの災難を聞いて見捨てるわけには参りません。と言いながら、消し焼きの香を染み込ませた袈裟を取り出して庄司に渡し、続けて、大蛇を騙しておびき寄せて、これを頭からかぶせ、力を込めて押し伏せなさい。心に仏を記念してしっかりおやりなさい。わしも後から追ってすぐに参る。と
細やかに教えた。庄司は喜びながら馬を飛ばして家に帰った。家に着くとすぐに富夫を呼んで、和尚から言われたことを伝えて今朝を渡した。富夫はこれを懐に隠して寝室に入ると、庄司がやっと暇をくれた。さあ、こちらに来なさい。出発しよう。と、マナゴに言った。マナゴが嬉しそうに近づいてきたところを、袈裟を取り出し、頭からかぶせ、力の限り押し伏せた。マナゴは、ああ、苦しい。なぜだ、この手を離せ。と言ったが、富夫はなお力を込めて押し伏せた。そこに法海和尚が腰に乗って到着し、小声で呪文を唱えながら袈裟を剥がしてその中を覗いた。そこには富子が伏している上に3尺ばかりの白い蛇がとぐろを巻いて微動だにせずにいる。和尚はこれを捕らえて弟子の掲げ持った鉄髪に押し込んだ。さらに念じると屏風の後ろから一尺ばかりの蛇が這い出てきたのをこれも捕らえて鉄髪に押し込んだ。そしてあの袈裟で鉄髪を包んで封じ込めると、そのまま腰に乗って道成寺に向かった。人々は手を合わせ涙を流して和尚をお見送りしたのであった。和尚は道成寺に戻ると本堂の前を深く掘らせ、そこに鉄髪をそのまま埋めさせて、未来永劫このオロチが世に出ることを禁じた。今もなお道成寺にはそのオロチガ塚が残されているという。一方富子はこれが元で病にかかり命を落とした。富夫の方は無事に生き延びたと語り継がれている。